こんにちは、今回は編み込み模様でこちらを編んでみました。で、使い方としては、テーブルセンターにしていただいてもいいですし、私はミニ観葉植物を2鉢ほど買ったので、それをこの上に並べて飾ろうかなと思っています。で、使った糸はダイソーさんの、レースヤーンになるんですけれども、今回はこの白っぽい方も赤い方も両方ともこのキラキラのラメが入っています。なので赤色は少し濃いんですけれども、編み上がってみるとキラキラしてるので、あまり重たいとか暑苦しい感じとか冬っぽいとかね、そういった感じはなくて、夏でも爽やかに使っていただけるんじゃないかなと思っています。で、ダイソーさんのレースヤーンはこちらになります。赤い方がカラーナンバー396番のローズゴールドカラーで、ラメがゴールドなんですね。で、白い方はカラーナンバー19番のホワイトシルバーで、両方ともシャープ20番太いって書いてある方になります。1玉は 20g で80メートルで、材質の方は、ラメが入っているので綿が 97% と、ポリエステルですね、ポリエステルが 3% で、レース針の使用目安は0号から6号ということなんですけれども、私が以前ねこのラメ入りの糸を使った時にきつく編みすぎて間違ってほどく時とか、あとちょっと針の先がね引っかかったりすると、ラメ糸だけねプチプチよく切れたりしたもので、その切れたのがねやっぱし編み地の中からぴょんぴょん飛び出したりしたのを思い出したので、今回はあまりきつく編まないでおこうと思ったので、レース針の2号を使って編みました。いつもはね割と4号とかを使ってるんですけれども、今回、2号を使ったので気持ちね、4号で編む時よりは大きめになっていて、編み地もね割とねこう伸びます。なのでしっかりめに編まれたい方はもしかしたら4号の方がいいかもしれません。で、使った糸の、残りなんですけれども、赤色がこれだけ残っていて、白色の方ですね、白色の方は少し多めに残っています。で、1玉ずつで、十分足ります。十分というか、これよりね太い0号とかで編まれると、もしかしたら赤い糸は足りなくなるかもしれませんけども、足りるんじゃないかなと思っています。で、編み方なんですけれども、前回前々回の楕円底と同じ編み始めの仕方をしています。なので、説明としてはこちらになります。はい、わかりますかね。よくね見かける編み方として、鎖編みを必要な目数編んだ後、立ち上がり1目をして、細編みをずっと端まで編んで、端っこの鎖の目に、この丸くなる部分ですね、丸くなる部分の細編みを4目編み入れる。でその続きまた細編みをずっと最初のねここまで編んできて、最初の鎖の目に、細編みを4目編む。これが1段目として編む方法と、私の場合は、このねこちらだったらこの鎖編みが中心になるんですけれども、私の場合は中長編みの1本、この筋ですね、ちょっと太く、こちらもね太く見えると思うんですけども、この中心は中長編みの1段になっています。でこの中長編みは1段目と数えていません。で必要の目数プラス私は最小に2目足しているので、今回の場合ですと、62目ですね。必要な目数は60なんですけれども、62目編んだ後、立ち上がりを2目で中長編みを60目編んで、最初にね62目編んでますので残った2目、この2目をこの中長編みの頭に引き抜きます。引き抜いた後、立ち上がりを、してもしなくてもどちらでも構いません。どっちの編み方でもね。で私は今回はぐるぐると編んでいったので立ち上がりはせずに、この
引き抜いたこの鎖ですね、鎖と最後の中長編みの間に細編みを4目編み入れています。で4目編み入れたら60目ずーっと細編みをして、最初の立ち上がりと最初の中長編み、この間に細編みをまた4目で、あとずーっとまた60目細編みをして、この細編みの段を1段目と数えています。で今回はね、さっきも言ったように私は、ここがちょうど編み始めになるんですけれども、引き抜き立ち上がりを1段ごとにしていません。で模様的にね、ここに赤のラインを入れているので、模様のズレっていうのね、ガタンっていうのはそんなに目立たないかなと思います。最後だけね、ちょっとわかるかもしれないんですけれども、目立たないと思います。はい。なので、ぐるぐる編んでいくか、1段ずつに引き抜き立ち上がりをして編んでいくかは、お好みでどちらでも構いません。この目数だけ揃っていればね、模様が編めないということはないので、どちらでもお好きな方を採用してください。で、今説明した通りなんですけれども、1段目ですね。1段目の編み方としては、糸を指にかけて、この糸の向こう側に針を置いたら、くるっと1回回して、ちょっとこのね、クロスした根元を持ってもらって、糸をかけて作り目で、あまりね、きつくなりすぎないように鎖編みを編んでいってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。とりあえず10目編みますね。私の場合。実際は60目必要なんですけども、編んで、私の場合はそれプラス、必要な目数プラス2目。2目編んだところで、中長編みを編んでいくための立ち上がりとして、1、2、1回糸をかけて、上から3つ目ですね。くるっと、この編み地をくるっと回して、上から3つ目の裏山、このポコポコポコと出ているところですね。ここに針を入れます。針を入れて、引き抜いてきて、中長編みなので3ついっぺんに引き抜きます。裏山に針を入れて引き抜いてきたら、引っ張ってきたら3ついっぺんに引き抜きます。で、最初と最後とかね、ここはわかるんですけども、ぐるっと回ってこっちに戻ってきた時にどこまで編むのかわからなくなるっていう方は、今の時点でここにマーカーをね入れてもらえるといいと思います。これで端までね2目残したところまで編んでいきます。はい、最後2目ね残したところまで編みました。10目編んでることになりますね。はい、で2目残したらこの一番最初の鎖編みのところに針を入れて、もうここはどこでもいいです。裏山でも針が通るところに入れてもらえればいいです。で引き抜きました。で引き抜いたら私は立ち上がりをしないので、このままこの最後の中長編みとこの鎖、今引き抜いた鎖編みですね、そこの間に針を入れて細編みをここに4目編み入れます。でこの糸端はもうね適当なところまで編みくるんでカットしてしまってください。4目編みました。これが丸くなっていくところですね。はい、でこの端までまた、鎖編みじゃない細編みを編んでいくんですけれども、私は細編み、筋編みでね編んでいっているので、ちょっと見にくいかもしれませんけども、この鎖の模様に見えるところの向こう半目だけに針を入れます。針を入れて細編み、向こう半目に針を入れて細編み、ずっと向こう半目だけに針を入れて細編みを編んでいきます。で端まで編みますね。はい、端まで編みました。端まで編んだので、一番最初の立ち上がりと中長編みの間、そこに針を入れて、また
細編みを4目同じところに4目編み入れます。ごめんなさい、揺れました。はい、4目編み入れたら今度はまた中長編みの頭の向こう半目ですね。向こう半目に針を入れて、細編みを編んでいきます。で、これね、これは短いですけども、実際60目編んでいく時には残り5センチぐらいになったところで次に編み始める糸ですね。この場合ですと、赤色、1段目は赤色なんですけれども、2段目からは白色が入ってくるので、終わり5センチぐらいのところで次の糸を編みくるんで編んでいくと、糸かえがねやりやすいかなと思います。で、これは短いので次の糸を編みくるんでいきます。はい、下側にもうね、この糸端はカットしてもらって構いません。はい、通して、こんな風に編みくるんでいきます。はい、で、ある程度ね、実際は5センチぐらい編みくるんだところで、この糸端を抜けないように勢いよく引っ張らないでゆっくりとね、こうずっと引っ張って後ろ側の編み地の中に糸端が隠れるように引っ張ってもらうと糸処理がしなくて楽だと思います。これでいつものように色替えをねしていただければいいと思います。私の場合は最初に編んでいるピンクの糸を向こう側、この後から出てくる糸を手前側に置いています。で、この丸くなる部分ですね、2段目なので全ての目に増し目をします。増し目なので1つの目に2目ずつ編んでいきます。はい、で長く1色で編む時にはこんな風に裏側にね編みくるんでる糸がポコポコ出ちゃうので、引き締めすぎない程度にちょっと引っ張ってね、このポコポコを収めてあげてください。はい、でちょっとなじませてね。はい、で、糸替えなんですけれども、今ピンクの糸で編んでるので、ピンクから手前に置いた糸ですね、2番目の糸に変える時は針を入れて引っ張ってきたら、この段階で手前に置いた糸は手前で変えます。この向こうのピンクの糸を手前に持ってこないでください。そうするとねじれていっちゃうので、手前に糸を変える時はそのまま手前で引き抜きます。で、糸を持ち替えて今度はピンク色ですね。ピンク色を編みくるみながら紺色で編んでいきます。次ピンク色に変えますね。手前に置いてある紺色の糸からピンクに変える時ですね。糸を変える時は手前の糸は手前に持ってこないとダメなので、引き抜いてきて次変える時に手前の糸は手前に持ってくる。ピンクの糸は手前じゃなくて向こう側、はい、向こう側にしてピンク色に変えます。はい、ピンク色で編んで紺色に変えるとき、手前の糸は手前のまま、向こうの糸は手前に持ってこない。手前で紺色に変えて、ごめんなさいね。紺色に変えて、ピンク色を編みくるみながら編んでいきます。で、こんな風に、色替えはこんな風にしていただくと、この玉糸の方ですね。玉糸の方がこんな風にねじれていかなくて済むので、もしよければ採用してみてください。こんな風に糸を変えながらぐる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 、私は渦巻き状といいますかね、立ち上がり
き抜き立ち上がりなしでぐるぐる編んでいきます。でこちらが今回の図案になります。このねハート型の方ですね。ハート型の方はハート型はこの幅ですね。一模様が20目20目とここまででこの縁編みですね。縁編みを省いたところまでで23段あります。なので同じくこちらのこの部分ですね。この部分も23段あります。23段目は1ブロック23目です。はい、なので、10段目だったら10目、15段目だったら15目、もうこれは決まっています。はい、なので、今ね編んだところ1段目の、4目があって2段目はすべての目に増し目、3段目はどちらかで増し目で、4段目になったら3つあるうちのどこか前の段と違うところで適当に増し目で、5段目になると、白で編み始めていますので、白のどちらかへ、増し目をしてもらえればいいかなと思います。はい、毎回言ってるんですけれども、ワンブロックにどこでもいいので模様が崩れていかないようにだけね、編み癖によって右に流れる左に流れるっていうのがあると思うので、それだけ気をつけてもらえればもうどこで増し目をしてもらっても構いません。だいたいね模様を目安にしてもらえばいいかなと思います。私もほとんどねこの真ん中あたりで左右に振り分けながら前の段と重ならないようにだけ気をつけて、編んでいます。で一つ気をつけてほしいのが、私は編んでいて、どちらかというとちょっと左に編み目がね流れるんですね。なのでこのハートの一番最後ですね、一番最後これハートにうまく見えてるかなと思うんですけれども、この段だけこうね左右対称ではありません。はい、ここだけ気をつけてもらえればいいかなと思います。ここは、赤色白3つ編んで、赤色3つになってるんですけれども、こちらの方は、左右対称でここで半分で考えると、赤色1つ白4つ、赤3つとちょっとね一目だけ右寄りに編んでいます。そういう風に編むと割とこのハートのねバランスが良くなったので、私はこの段ですね、このハートの一番上の段だけ、ちょっとずらしています。なので3目2目になってますね。でもし右にずっと流れていってる方がきつく流れてる方がこの編み方をすると、またそれはそれでハートの一番最後がねちょっといびつになってしまうので、ちょっと一回編んでみてハートねうまくハートの形になってるかなというのを見てもらって、もしあまりにも右側に流れているようだったらもう左右対称で同じように、赤3目白3目白3目赤123で、編んでもらうように調節なさってください。はい、で、最後の縁編みのところはねちょっとどういう風に書いていいかわからなかったのでこうしたんですけれども、縁編みですね、縁編みのところ、縁編みのところ、ここでね最後23段目が終わったとしたら、私はこの糸をもう最後1周ね編みくるみました。編みくるんだのでこれだけしか残ってないんですけれども、編みくるみました。でもこれはもう自由で構いません。はい、糸処理をしてもらっても大丈夫です。はい、でこう編んでから、最後、縁編みは鎖を3つ編みます。はい、鎖を3つ編んだら、長編みですね、長編みの感じであまりここ頭をきつく締め付けないようにして1回針をかけて長編みを編む要領で次の目に針を入れて糸を引っ掛けてきます。でこの時
しっかり上まで引き上げてください。ごめんなさい。引き上げてもらって、引き上げたらこれをくるっと一周回して、次の目を飛ばして、その次の目、この根元、今ここ長編みをしたところで、次の目一つ飛ばして、次の目に引き抜きます。細編みじゃありませんよ。引き抜いて、ここ今3つかかってるのをいっぺんに引き抜きます。はい、こんな風にします。で、引き抜いたらここからまた鎖を1、2、3で1回かけて、次の目に未完成の長編みっていうんですかね、それを作ります。ぐっと引き上げてください。はい、でこのままくるっと1回ねじって、1つ飛ばした次の目に針を入れて引き抜きます。はい、なので未完成の長編みをあまりねこうきつくしちゃうと引き抜けなくなるんですね。1回ねじるので。なのでここはあまりきつくしないでください。ゆったり1回かけて、次の目に長編みの未完成でくるっと回して、1つ飛ばした次の目に針を入れて3つとも引き抜きます。はい、そしたらそのまままた鎖を1、2、3、3目編んで1回かけたら、次の目に針を入れて未完成の長編み、しっかり引き上げてくるっと回して、1つ飛ばした次の目、1つ飛ばした次の目に針を入れて糸を3つとも引き抜きます。こんな風にね、ちょっとあんまり目立たないかもしれないんですけども、ポコポコとした縁編みになっています。これをぐるっと一周して、編み上がりになります。はい、そうやって編んだのがこちらの完成になるんですけれども、これね、仕上がり編み上がりサイズなんですけども、かなり伸縮しちゃうので、ちょっともともとねうねりやすい方は、2号で編むとちょっとうねっちゃうかもしれないなと思って編みました。でこの幅ですね、この幅が約28センチで、この幅が約16.5センチぐらいあります。もう本当に伸縮するので人それぞれ、5ミリから1センチ弱ぐらいは変わっちゃうかもしれないなと思います。もっと緩く編まれる方はね、もっと大きくなるだろうし。で、こんなに大きいものがいらないわという方はですね、ここ、ハートの模様はもう20目なので、20目ずつ減らしてもらって、もちろんこの半円のところだけを採用してもらって、丸く編んで、丸い敷物コースターにしてもらってもいいですし、ちょっと大きめで、そうですね、私が買ってきて写真にね、サムネに載ってるような観葉植物を一つ用のものにしてもらってもいいですし、もっとね100均さんなんかで売ってるこういうミニサボテンとか小さいものを置かれる場合はハートの模様を2つにするとかね、最初の目数を調整してハートの模様を増やす減らすなどをして、サイズ調整なんかもね自由にしていただいて楽しんでいただけるといいと思っています。はい、というわけで今回は、楕円形のドイリーを編みました。もちろんこれを楕円底のバッグの底として採用していただいても全然大丈夫です。はい、これぐらいのねこのサイズにしてもらってもいいですし、このサイズの、バッグにしてもらっても全然アレンジは自由になさってください。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。